岩手県大槌町。2011年3月11日、東日本大震災により大きな被害を受けました。千代田区は姉妹連携都市である秋田県の五城目町からの要請もあり、大槌町の復興を支援するため、震災から4ヶ月後の7月から職員を派遣。その後10年間にわたり35人が派遣されました。あの日あの時、復興に向け駆け抜けた職員たちがいます。千代田区職員の宮鍋さん。震災直後の2011年7月、大槌町へ派遣されました。あれから11年、大槌町へ向かう宮鍋さんの姿がありました。当時千代田区でも都知事選挙の準備をして、なんか大槌に選挙の応援で派遣があるらしいよっていうのが噂で入ってきて、行ってくんないって言われて。宮鍋さんは震災当時、選挙管理委員会に8年間勤めていました。その経験を買われ、派遣に抜擢されました。当時の大槌町は震災で町長を失い、新しい町長の選出が急務でした。町長選挙をやらなきゃいけないっていう中で行ってみたら、事務をやる人がみんな亡くなってるっていうところで、行ったらもう先頭に立ってやらなきゃいけない感じだったんで、震災で選挙担当者も失い、大槌町の選挙管理委員会を立て直すところからスタートでした。宮鍋さんがまず訪れたのは、かつて大槌町役場があった場所。思い出しちゃいますね。で、時計がね、その時ので止まってたんですよね。中はもうぐちゃぐちゃでしたね。惨状を目の当たりにした宮鍋さん。選挙の成功を誓ったといいます。宮鍋さんが着任したのは7月4日。この時すでに町長選挙は8月28日と決まっており、2ヶ月弱の間で準備を進めなくてはいけませんでした。役場庁舎は被災で使用できない。かろうじて使用できた大槌小学校で選挙の準備が進められました。毎日余震があり、予断を許さない状況の中での業務でした。宮鍋さんはある人たちと再会するため役場庁舎を訪れました。当時大槌町の選挙管理委員会だった西澤さん、そして宮鍋さん、書記長を務めた中村さんです。11年前、共に選挙実現のため奔走した戦友とも言うべき存在です。まず来た時は住民の方3000人不明者がいる中で選挙ができますかっていうのが県からまず言われてて、それクリアしないとダメですよっていうことで、じゃあどうしようっていうのをみんなで考えて、1万2000人弱の住民のうちおよそ3000人が行方不明の有権者と言われていましたが、正確な状況は把握できていませんでした。有権者に選挙のお知らせのハガキを送ってみようっていう話になって、その戻ってきたのを調べればいいんじゃないのって話で、490くらいがそうだよね、戻ってきて、だから3000人不明者って言ってた中に460しか戻ってこなかったんで、これはいいんじゃないっていう感じでしたよ。これで選挙ができる、光が差した瞬間でした。しかし役場のものは全部もなくなりました。
役場自体がもう一回夏にさ見に行ったね。見に行って開けたんだけどもう全然ダメで全部捨てたんだよねあれ。一周がしてました、そう。津波で選挙の書類や道具は流されてしまいました。それでも諦めなかったのが宮鍋さんでした。持ってるのがやっぱり強さっていうのかな。その選挙に対する思いっていうのはやっぱりそれにこっちが引き込まれるっていうか、やらなければならないっていうそういうようにも持っていってもらったので、困難を極めた町長選挙、宮鍋さんが先頭に立ち無事に終えることができたといいます。私はすごく大変でしたけど、今振り返ると全てが楽しかったのかなというふうになんかどっかで変換されたみたいな。なんて救世主っていうか、神っていうか、神太陽っていうか、本当に当時を思い出すそうね、キリがないんですけども、こういう経験をしたっていうのはやっぱり一番の印象があるっていうか、それで引き続いてこう付き合いがまだできるっていう、今後もずっとこういう関係は続けていきたいなと思ってます。もう一人大槌町を訪れた千代田区職員がいます。ここに来ると、ここで1年間働いてたんだなっていうのをいつも思い出しますね。震災から5年後に派遣された藤木さん。被害を受けた水産加工業者再建のため補助金給付などを1年間担当しました。藤木さんが携わった加工業者は現在も営業を続けています。新型コロナの感染拡大前まで毎年大槌町を訪れていたという藤木さん。ある人と再会しました。お久しぶりです。しばらく元気そうで。いやー、お元気ですか。魚吉さんって言って再建した加工場の一つですね。はい、それの平野さんです。富士担当してもらって全然分かんなかったんで、もうほとんどやってもらってすごくお世話になって。藤木さんは必要な書類や申請書の記入方法を教えるなど、この店の補助金発行のためサポートを行いました。なんていうのかな、情熱あってね、熱く語る場面とかもあったんで、力もらったような感じですね。はい。私としてはすごい助かったっていう言い方ですけど、すごい楽しかったですね。あんま休みの日とかも何していいかっていうのもあったんで、そういう時とか、ご一緒させてもらえる時とかあったんで、飲んだ思い出しかねえけど。大槌町で芽生えた絆は今でも続いています。もう一人会いたい人がいるという藤木さん。かつてよく足を運んだという大槌町内の漁港に訪れました。お久しぶりです。藤木さんどうも久しぶり。お久しぶりです。元気そうだね。いや大槌町職員の木村さん。当時藤木さんと一緒に水産関連の復興に当たりました。最初そもそもその加工業者さんたちの訛といいますか、そこで意思疎通するのがなかなか難しくて、で電話とかだとなかなか分からなくて、こちらの言葉が。でそれで直接木村班長一緒に行っていただいて、加工業者さんのところ回って、ここはこういうふうに申請するんだよっていうのをちょっと教えたりしながら、回ってて。こういうふうに一緒に行っていただいたという話があるんですけど、実はそれはもう数ヶ月で、あとはもう自分でですね調整して、地元のその社長さんたちの中にも入っていって、逆の立場でですね同じことやれって言ったら正直これできるのかなっていうようなところまでやってましたね。およそ1年間慣れない地での業務、不安のあった藤木さんは大槌町の職員に救われたといいます。結局何かあっても後ろには木村班長がいてくれるっていうのがあったんで、それで何ですかね、軽い気持ちで行ってたわけじゃないですけど、
それで安心して一人でも回れたのかなっていうのがありますね。藤木さん含めその千代田区の職員の派遣のね方々と仕事をしたっていうのは誇りに思うような、こちらこそです。そういう仕事ができたなというふうに思ってますんで、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。大槌町の復興に全力を注いだ2人。この派遣であることに気づかされたといいます。とにかくその仕事の引き継ぎっていうのは大事だなと。特にこの震災で皆さん亡くなられて事務が滞った中、そういうのを見たので、逆に自分の職場に帰っても次に来る人に事務が滞らないようにしていくことが重要だなっていうのは感じました。自分が何のために働いてるのかっていう、何の目的があって働いてるのかってところは明確にして、やっぱ自分のやってる仕事が最終的には千代田区のためになってるんだっていうところを意識して働くっていうのがすごい大事だなっていう、それは大津市長来て一番学んだことだと、自分では思ってます。10年間に及ぶ職員派遣。派遣が終わった今でも千代田区と大槌町は深いつながりがあります。全国の自治体や地域が参加するイベントで、都心の消費者と地方の生産者を結ぶ取り組みです。この取り組みの一環として大槌復興支援マルシェを開催。大槌町の魚やわかめなどをはじめとする特産品を販売しています。10年間にわたり35人の職員を派遣した千代田区。派遣を経験した職員は今何を思うのでしょうか。実際本当に大変だったと思うんですね。自分の家が流されたりとかっていうお話も聞いたりしましたし、そういった大変な状況の中でも結構笑顔を見せてくれて、冗談みたいなことも言ってこちらの気持ちを和ませてくれたりとかもたくさんしてくれてですね、自分の辛い中でも他の人のために笑顔を見せてくれる、そういったところにはとてもその強さと優しさというものを感じましたね。そうですね、まず、私入庁して4年目というまだ若手と言われるような時期に派遣をされたんですけれども、一人一人の責任感というようなところがすごいもう若手の職員の方々であっても強いなっていうところをすごい感じまして、自分自身もまだ足りないところがあるなっていうところですごい刺激を受けたというようなところがすごい職員の方と触れ合って感じるところは強かったです。本当に派遣されている間は担当が本当に自分一人でやるという業務が多かったので、責任感も非常に強くなりましたし、また自分がもしいなくなった時に誰でも分かりやすいように残しておきたいとか、引き継ぎをスムーズにしたいというような視点も生まれました。自分の中で根付いたので、そういったのは非常に今も役に立っているかなと思います。震災からの復興を目指した人々。35人分のあの日あの時があります。千代田区と大槌町のつながりはこれからも続いていきます。